おはようございます。めぐりかみ太一です。今日は牛フィレ肉の火の入れ方、焼き方を紹介したいと思います。ちなみにソースはソースペリグルです。それでは始めましょう。きれいに掃除した牛フィレ肉を用意します。牛フィレの掃除の仕方は他に動画がありますので、そちらを参考にしてください。今回は牛フィレ肉だいたい 110g ぐらいのサイズでカットしました。タコ糸フィッセルを使って肉の形を整えていきます。下から上2周巻いて、あとここで1回2回糸をくぐらさして、あとはそのまま締めるだけです。このようにすれば焼いた後糸を外す時に簡単に外せます。タコ糸フィッセルが肉の上の部分と下の部分均等な幅できれいにフィッセルがかかっています。今回このような感じにフィッセルをかけるのは形を保つためです。形を保つということは厚さが一緒になって火を入れる時に同じ厚さ同じ大きさになるので、非常にキュイソン火の入れ方がコントロールしやすいということにつながります。次は見やすいように横のアングルからいきます。このような感じに下から始まって一回りして上に糸を移して、このままあとは結びます。この時1回2回巻いて、あとはギュッと縛るだけです。焼く前に汗染め下味をつけます。塩コショウできっちり両面汗染めします。もちろん肉は汗染めする前に最低1時間常温に戻しておいてください。フライパンを温めて油をひいて、まず横の目側面を一周きっちり焼いていきます。最初色をつけるときはオイルでいいです。オリーブオイルでもサラダオイルでも構わないです。そうしないと最初からフレッシュバターを入れてしまうと焦げてしまいます。焦げてしまうと肉に焦げた味がつきますので、もしバターの風味をより足したいのであれば、最初からブールクラリフェすましバターを使って焼いてください。ここで皮付きのニンニク、表面を軽く包丁で穴を開けたニンニクを入れて一緒にロティしていきます。今回はニンニクの香りをほんのり肉に移したいので皮付きで入れました。あとはニンニクを潰したものを入れても構わないですし、皮がない状態のものをしてもいいですし、あとは好みで調節してください。側面一周きれいに焼けたので表の面を焼いていきます。表面を焼く時ですけども、もし油が多すぎると揚げるような形になってパサついてしまいます。なので火加減も強すぎずなく中火でゆっくり火を入れて、表面をきれいにキャラメリゼさせながら旨味を閉じ込めながら焼いていきます。今回のキッソン火入れはオーブンに入れずにフライパンだけで仕上げるので、このままゆっくり動かしながら、決して強火にならないようにですね、焦げないように気をつけながら肉を焼いていきます。肉を焼くときはこのような感じにひっくり返すときに肉を触りながら柔らかさを確認して火の入り具合を調節してください。この段階で1000ニャンぐらいなので、あとは仕上げにバターの風味をつけていくためにバターを入れて、バターがムース状になっている状態を保ちながらアロゼ油をかけながらバター、ニンニク、
ローリエ、月桂樹の風味を肉に移していきます。この時気をつけないといけないのはバターがムース状になっているということです。バターがノアゼットですね、焦がしバターになっている状態でもバターがずっとムース状になっている状態を保ちながらアロゼ、油を上からかけて最後肉のキュイソン、火入れを仕上げていきます。最後指で肉の真ん中を押して火加減、キュイソンをチェックして火がちょうどいい感じに入ってますので、網の上に肉を引き上げます。この時必ず網の上に置いてください。あと肉汁が出てきて肉汁に肉が浸かってしまいます。フィッセルを外します。このように端を持って引っ張るだけできれいに外れます。もしきっちり結んでいたら包丁などハサミで切って取ってもいいんですが、そうするとタコ糸が残ることがたまにあります。それを避けるためにこのような感じに引っ張るだけで取れるように結んでいます。今回はフライパンだけで火を入れました。もちろんオーブンに入れても構わないと思います。今回のキュイソン、火の入れ方はセニャンというキュイソンになります。セニャンというと周りがきれいにキャラメリゼされていて、内側にロゼの部分、真ん中が生の部分がある状態です。もちろん生でも温かい状態のものです。今回このフィレドーブッフのキュイソンはセニャンが一番適しているのでセニャンに揚げています。もちろん各肉の種類、肉の部位によってそれぞれ異なるキュイソン、ジュスキュイですね、ちょうどいいキュイソンがあります。今回フィレのブッフに関してはセニャンが完璧なキュイソンです。肉のキュイソン、火の入れ方に関しては人それぞれ好みがあると思いますので、それにうまく対応してキュイソンを調節してください。それでは盛り付けていきます。今回テーマは牛フィレ肉のキュイソン、火の入れ方でしたのでガリニチュールは用意しませんでした。もし合わせるとしたらじゃがいも系でクリーム系がとても相性がいいと思います。今回ソースはソースペリグール、またこれも動画を上げますので参考にしてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。